アートマネージャーの倉橋です。当時はアニメーションとキャラクター関係を友のチルドレンでは担当してましたね。9件分のシニアデザイナー、アーティストの方です。で、TTC の中は、建物と乗り物のデザインの担当でした。はい、9ゲームスシニアデザイナーの岡です。TTC の時にはキャラクターデザインとアイテムのデザインを担当しました。もともとディランがチェコのその人形劇のスタイル、チェコってもともと人形劇がすごく有名で、その人形劇以外にもそのアート全般的にこうなんかそのチェコのテイストというか、なんかそういうスタイルを目指しましょうっていう感じで探し出したのが最初のスタートだったかなと思います。日本にあるチェコの人形劇の展示とかを見ようと思っても、やっぱり小規模でなかなか資料が集まらないので、現地に行った方がいいんじゃないかっていうそれがありましたね。そうですね。で、多分もともとそのキャラクターの新しいテイストを探してるときに、あまり見たことのないテイストのキャラにしようっていうところから、すごいこうチェコの人形劇のキャラクターって結構独創的で、あまり見たことないような感じだったので、このスタイル面白いねっていうところからだったと思いますね。プラハにまず行きますよね。プラハに行って、で、ブルノっていう東の方の町まで移動して、そのブルノで人形劇の博物館、基本的にその人形を飾っている博物館とかをもう片っ端から調べて、そこをリストアップして、そこに行ってみて写真撮って、ちょっと取材担当の人とか、そこにいる人たちに話聞きながら取材して、どういう感じで作ったのかみたいな。そんなに体験させてもらったらそんなに複雑の人形ではなくて、結構シンプルでだいたい1時間ぐらいで2時間ですぐ終わりましたっけ。今みんな楽しんでいろいろ作って、って感じでしたね。もともとやっぱりその木彫りのテイストを 3D モデルに今の友のチルドレンのキャラクターに落とし込もうっていうところだったんで、その木彫りのテイストとはどういう感じなのかっていうのが最初からテーマだったですね。一番でもやっぱりチェコの旅行で覚えてるのはあれかな、チェスキークルムロフかなの町、お城とお城のツアーに行って、その当時の貴族の部屋を見て、ベッドが小さいなと思いながら、そう、お城ちょっと怖い雰囲気だ。全体的に怖かったっていう。そして物語もちょっと怖い系な感じで、肖像画も怖いし。なんか人間が作った感じがどっかするんですよね。その人の手で作った感じが、その感じが怖かったんですよね。パワーというか。でも多分その感じをトモローチルドレンに入れたかったのはあったでしょうね、当時ね。その人の手で作った何かそのなんていうんだろう、感情を表現する手段としての人形みたいな、息吹みたいな。その怨念じゃないけど気持ちがすごい作品に思って作られてるその人形のスタイルをなんとかして世界のそのトモローチルドレンのキャラに入れたかったっていうのが共通としてあったと思いますね。